アイコン Z 男性部門オーディショングループバトル審査。グループに曲を作らせていただきました。グループバトルの課題曲となるオリジナル楽曲が4つのグループそれぞれに用意された。前回の放送では Z ファクション、リルリーグの2曲を発表。彼らはこれからこの曲とともに日本武道館でのファイナルステージを目指すこととなる。なんでオーディションを受けたのかなっていうのがね、ちょっと分かりました。音楽が好きなんですね。すごいこうみんなが楽しそうな感じが見れてすごい嬉しかったです。グループバトル課題曲残りの2曲がついにベールを脱ぐ。まずはキッド・マリック、レイさんお願いします。ローティーン中心の次世代グループキッドマティック。メンバーは8人。4グループ中最も人数が多い大所帯だ。キッズダンサーとして鳴らしたメンバーが多く、エネルギッシュなパフォーマンスが期待される。そんなキッドマティックのために小吉プロデューサーが書き下ろした課題曲とは。キッド・マリックにはこの曲「ジャイアント・ステップス」っていう曲を、作らせていただきました。ちょっと人数が多いのでみんなで踊りながらこの世界をステップで駆け抜けていくみたいな、それでは聴きましょう。いろんなものをこうかき分けて無我夢中でこうステップしてダンスしながらこう街を駆け抜けていく様を、イメージしながら、作らせていただきました。ソングライター陽平と小吉が作詞した「ジャイアントステップス」。曲の舞台となるのはきらめく夜の街。ローティーンの彼らが少し背伸びしながら大人の世界へ一歩を踏み出す、そんな高揚感と色気を感じさせるダンスチューン。アップテンポな中に大人っぽいムードをいかに漂わせるか、緩急とメリハリがポイントだ。ありがとうございます。すごいこう歌いがいのある、キーも高いんだけどみんなで、いい曲にしていきましょう。よろしくお願いします。もう一回見て。交差点の次
げえ鳥肌立ちました。聞いた時イントロからみたいなずっとなんつったらいいか分かんないですけど湧き上がる感じが。僕途中聞いてた時に泣きそうになったんですよ。ちょっとだけ嬉しすぎてっていうか、なんかもうこの曲でこのチームで踊っていく歌っていくってなんかかっこよすぎると思ったんで、ちょっと泣きそうになりましたね。後日この曲の歌い分けが決まった。8人が代わる代わるマイクを握る中、この曲は2人のリードボーカルが引っ張る構成に。1人目は遠藤翼。3次審査で急激に評価を上げダークホースと呼ばれた17歳だ。そしてツインリードのもう1人は山本浩太。3次審査3位の15歳。小吉 P が天性のボイスコントロールと評した歌唱力をジャイアントステップスで発揮できるか。失礼します。はいどうぞ。この課題曲発表の前日、キッドマティックの8人にそれぞれが克服すべき課題がトレーナーから指摘されていた。失礼します。お願いします。失礼します。失礼します。お願いします。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。遠藤君、まずは遠藤君ですけど、もうだからコントロールできるところができてるのは分かってるから、ただやっぱ LDH でやる楽曲って多分もうちょっとトップノートいくと思うんですよ。だからそこを動きながらできるのかってこと。歌だけではなくダンスも含めたステージングが求められている。リードボーカルを任された翼はダンスもハイレベルだが、両方を同時にというのは彼にとっても高いハードル。音楽を使った表現として基本的に根っこは一緒だから、自分の感覚を一個にしなきゃいけない。特にシンガー志望の人たちは逆に言うと期待してるところ。さらにグループとしての大きな課題が指摘された。スーパーサイヤ人のようにハイプした状態は絶対必要だけど、ハイパーな状態でいるっていうのは絶対ベストだけど、とはいえずっとそうなわけじゃないから、曲っていうのもテンション感っていうのは A メロ B メロサビってあるじゃないですか。ただ一個のテンションで駆け上がればいいっていうものだけではやっぱ無理なのが、中学生はやっぱそうやっちゃうから。中学生が多いキッドマティック、全てが全力すぎてメリハリがないとの厳しい指摘。緩急を巧みに操れなければジャイアントステップスは歌いこなせない。鈴木君はそうですね、全部ダンってエネルギッシュにいくっていうのがやっぱり一個の手段しかない。もう強く一生懸命いくっていう、悪いことじゃないんだけどパターンが1個しかないから、その表現が合ってれば当たりなんだけど、間違ってた時にはもう取り返しがつかないというか。エネルギッシュなダンスで評価を受けてきたルイ。しかしここから先は攻めの一手では通用しない。表現の引き出しを増やせるかが課題だ。自分の中で山場というか、そこを越えなければこれからやっていけないので、結構なこれからの課題になってくるかなって思います。もう少し選択肢を増やした上で一番ベストいけてるものをチョイスできると良いのかなと思うので、自分がいいって思い込むものをやっぱりもう少し柔らかく一回してもいいかもしれない。先入観みたいな。さらにツインリードの一人山本浩太も山本浩太君、はい、自分の声のスタイルを作りすぎちゃってるっていうところが今後なんかあだとなってしまう。なぜかというと、やっぱいろんな楽曲だったりミッションだったりっていうところにみんな対応していかなきゃいけないと思うんで、
そこだけに自分が俺はもうそういうの持ってるからみたいな意識でやると逆に怪我しちゃう可能性があるんで、もうちょい頭を柔軟に自分の表現を絞りすぎず、共通して足りないと指摘されたのは表現の幅だ。ストロングポイントが一つあれば勝ち上がってこれたこれまでとはもはや違うステージにいることを突きつけられた。課題点の指摘を受けメンバー同士で話し合う。言ってはったのが、クール系とテンション高い系統とかでチームってなった時にバラバラしているから難しい。そこは多分まだ探りというか、でも何してもいいと思って、とりあえず失敗してもどんどん挑戦していった方がもっと強みとか弱みとかもどんどん出てくると思う。他のチームっていうかグループも真似されるようなチームになりたいなってすごい思うから、そういう小さいところの人間性からも高めていきたいなってすごい。そのラップもダンスもボーカルも全部個性を引き出せられるようなグループにしたら絶対その上位に入れるなから頑張りたい。表現の幅を広げることが課題のキッドマティック。デビューに向け大きく一歩踏み出せるのか。最後のグループはクルーナーズお願いします。4グループ中最も年齢層が高いクルーナーズ。ボーカル部門の合格者が集結。コンセプトは歌で見せるグループだ。石川昂太20歳。遠藤翼17歳。反松健介18歳。マーク・エイロン22歳。24歳最年長のギレルメ正幸苫地西村。靴野博人20歳。マイクパフォーマンスに長けたチームだが、その分ダンス経験が浅いメンバーが4人。彼らにはどんな課題曲が与えられるのか。少なあ、そうか、欠席がいますもんね。クルーナーズにはですね、この曲「ウォーターベイベー」っていう曲を作らせていただきました。ちょっとさ、水の中って僕たちが生きてる世界よりはさ、こう身動きがしづらかったりするじゃない。水の中って、その水の中のこの身動きできないこの感じを例えて曲を作らせていただきました。ウォーターベイベー、聴きましょう。深い青色の中、また僕たちは夢を見た。
年齢層がねほんのちょっと高いグループになってると思うんですけれども、夢をつかみたくても今までつかめなかったこの感覚、夢以外もう何も考えられないみたいな、そういうふうに曲を作らせていただきました。ウォーターベイビー、それは夢に向かってもがく彼ら自身。水の中でもがきながら宝物を見つけてほしい、そんな願いを込めたという。アーティストジェイドと小吉が作詞したメロウな課題曲「ウォーターベイビー」。ボーカルの表現力が試されるだけでなく、ミドルテンポならではのハイレベルなダンス力も要求される。はい、すいません、わざわざ拍手をみんなで一緒に最高の曲に仕上げましょう。 OK、 それではよろしくお願いします。はい、すごい刺さりましたか？全部早く歌いたい。早く歌いたい。あれ歌い切ったらやばいな。泣きそうになるじゃないですか。今回の週末合宿を欠席した3人のメンバーにもオンラインで課題曲を報告。一瞬聴きたかったな、課題曲。めっちゃ盛り上がりましたよ。聞いたけどもうめっちゃいいもん俺一人でこうやって立ってたもん。めっちゃいいっすよ、ガチで。バイバイ。ボーカリスト6人組、もちろん全員でマイクを回すが、中でも最も受け持ちの多いリードボーカリストはなんと遠藤翼。キッドマティックに続きここでも大抜擢となった。そしてサビ終わり、曲の後味を左右する重要なパートを任されたのは石川昂太。ハイトーンボーカルを武器に存在感を示せるか。そして課題曲発表の前日、ボーカリスト集団のクルーナーズに突きつけられた課題はやはりこのクルーナーズはダンス経験少ないので、ダンスの部分でまとめていく必要があるかなっていうのは特に感じるので。そう、ダンスのレベルアップこそクルーナーズが乗り越えるべき最大の課題。忽野くんはダンス本当初というかほぼ経験ないと思うんですけど、ダンサーになってほしいわけではないんだけど、でもやっぱダンスをダンサー並みにパフォーマンスすることでいる意味が出てくるから、何かが欠けるともうダメな時代に来たのかなっていうのは正直思うので、ダンスの取り組み方は人よりも足りないってもう時間が解決するとかそういうものじゃなくて、奇跡を起こすぐらいの感じで来週もうこのレベルに来てるっていうぐらいのモチベーションとかその努力がないと多分本当脱落しちゃうと思う。自分が一番経験浅いっていうのもあるんですけど、その経験の浅さでもうその他のみんなの足を引っ張っちゃってる状態なので、それはもうすごく悔しいですし、自分としても。実際僕もダンス経済的に厳しくて今までできなかったので。苦戦しているのは靴野博人だけではない。この日欠席のギレルメと石川昂太、マーク・エイロンもダンス経験が浅い。周りは子供の頃からダンスレッスンを受けてきたつわものぞろい。クルーナーズの4人に焦りの色がにじむ。なんか自分が明らかに周りより劣ってるっていうのをすごく感じて、なんだろう、悔しくてそれをなんかずっと引きずりながら今日やっちゃってて、僕が多分一番遅れてるんですよ。てかもう分かるんですよね。
もっと頑張んないといけないので、足引っ張らないように、かつもう上手に踊れるように。今のところ一番ひどいから多分ひどいっていうか、逆に今だってもう伸びしろしかないじゃん。そうだね。落ちるとこまで落ちて登ろう。あ、ケンちゃん帰ってきた。あ、ダンスリーダー。いや、心強いわ。今さっき士気下がって、じゃあ俺がめっちゃ焦ってること言っちゃって。ダンスが不安でやってなくて、でもやってなくてここまでできてるのは十分すごいと思いますし、自分の自信なさげな感じとか自分の中にあったらそれが踊りにも出ちゃうと、踊る時だけでも自信を持って感情を表現にしてったら、なんていうんですか、自然と踊れていくのかな。やろう。気合い入れねえと。ダンスリーダー掛け声しろ。何がいいですか？何でもいい、何でも。なんかダサいのですダサいのでクルーナーそれでいきましょう。ダサい。せーの、レッツクルーナーズ。じゃあ行こチア部みたいな。健介は候補生20人の中でも一目置かれるダンサー。彼はチームメイトのコーチングに多くの時間を割いていた。グループでやっていくってなったらチーム一丸っていうのを本当にこの合宿は大事になってくると思うので、みんなで補っていくっていうのを意識していけたらなってすごい感じました。そしてクルーナーズは年齢層がね、この4チームの中で一番高いってことなんで、まあそれだけ人間力だったり人間味だったりとかっていうのも成熟してる必要があるし、そういったものが音楽だったり表現力だったりっていうのに出るべきだと思うんで。平均年齢が群を抜いて高いクルーナーズ。厳しい現実が突きつけられる。やっぱり若い方がフレッシュだし、それは何事でもそうなんだけど、でもやっぱりもうここは崖っぷちだと思って、やっぱそうなんか年齢が高いっていうことはそんなに何度もチャンスはないと思ってほしいし、やっぱそのチャンスの期間も普通よりは短いわけじゃん。そういう気持ちを持ってなんかそれぞれちゃんとスキルアップしてそれをサポートすることはしていきたいのでよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。年齢層が高めのグループということは、それだけ残されたチャンスが少ないということ。今回のオーディションにはメンバー全員が人生をかけて挑んでいるという。僕はこのオーディションに全力を注ぐため看護の専門学校を退学してきました。これがこのオーディションにかける僕の今の気持ちです。もう本気でお仕事辞める決意をして本気でオーディションに挑もうかなと思って今日で辞めました。僕はあと一歩でデビューができなかったことがあったんですけど、そうですね、誰にも負けたくなかったので。14年間 TG に通ってるんですけど、悔しい思いを結構してきた方なんで、家とかではすごい悔しくてベッドにこうやって入って泣いてた時もあったんですよ。ラストチャンスのつもりなんで今が絶対に叶えたいなと思ってます。それぞれが悔しい思いを重ねてきた。学校を辞め、仕事を辞め、退路を断って夢に手を伸ばす彼ら。クルーナーズはその手に夢をつかむことができるのか。